こんにちは、とばろくです。皆さん聞いてください。ついにですね、最高のテンキーを手に入れてしまいました。買っちゃったな。これね、ちょっと前にオーストラリアでこのね、テンキー、キークロンのね、テンキー、これ限定版なんだけどオーストラリアで売ってたから買っちゃったよってね、動画をアップしたばっかなんですけど、本当にね、つい最近日本でもこれテンキーだけじゃなくてマクロパッドが備わっていて、しかもこれ無線でね、接続できるっていう、本当に究極のというか、これを待ってたっていう感じのね、テンキーがね出ちゃったんですよね。すでにねもう開封して、キーもね自分仕様にしていて、キースイッチもね本当に好みのタイプのものをね入れてリマップまでしてね使っているので、これは最高だなっていうところで、ちょっとね何がすごいのっていうところとか、どういうところがこだわっているのみたいなところをねちょっと紹介していこうと思います。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけで今回紹介していくのがこちら、キークロンのテンキー 90MAX9MK カスタムテンキーというタイプのものです。これね25,000円もするんですよね。テンキーってだいたい数千円とか本当に2000円台ぐらいからね購入できるイメージなんですけど、それと比べると10倍の価格になっているっていうところで、実際どういう風に使えるのかとかはね本当に楽しみです。今ね僕キークロンのこの同じく金属製のテンキーを使っているんですけど、これね有線なんですよ。有線でしか対応されてないんですけど、このね 90MAX に関しては無線で Bluetooth でね接続することができるようになっていて、かつこっち側にねノブがついてたりとか、ここに自由にできるカスタムできるねキーがついていたり、あとショートカットがついていたりって感じで、普通のねテンキーだけじゃなくて、本当にいろいろカスタマイズをして左手デバイスとしても快適に使えるっていうねスタイルの、テンキーとなっています。でここね見てほしいんですけど、これジャパンって書いてあるんですよ。今回ね日本専用で技的認証が通っているものが発売されたというところで、ちょっとお高めではあるんですけど、公式サイトではなくて、スーパーコペックさんの方でね購入させてもらったっていう形ですね。25,000円はなかなかですねっていうところでね、早速開封していこうと思います。これ本当に嬉しいんですよね。もともと結構ね、キーボード周り大体無線化されてきていたんですけど、テンキーだけはなかなか無線でねメカニカルで、しかも技的通ってるものってないので、結構本当に悩みだったんですよ。その辺のね悩みが今回のこの 90MAX でかなりね解消できる感じなので、それは本当に嬉しいですね。開封。いいですよね、この感じ。キークロン感があります。でバン。なるほど、こういう感じのカラーリングなんですね。いいかも。個人的にはすごい好きな感じの、ちょっとね温かみのある系のホワイトな気がする。これはちょっと熱い。そして重厚感が半端ない。いい。これはいいです。でちょっとねこれは後で触れるんですけど、中にはこういうねスイッチ、これこういう風にしてよみたいなのとか、すごいプラスドライバーと六角レンチが入ってます。ここにキーキャップを取り外すための器具も入っていて、付属品はこんな感じですね。有線接続するための線とか、あとこれ結構嬉しいと思うんですけど、レシーバーですね。Bluetooth じゃなくてレシーバーでね無線接続もできます。こちらがねこの 90MAX9MK の本体ですね。めっちゃかっこいいんだけど、この白の風合いと、なんかねオフホワイトよりももう少しちょっと暖色寄りのホワイトな感じですね。真っ白っていうよりかは、ちょっと本当にクリーム色がかったもので、この風合いがすごくいい感じです。ちょっとねキーキャップに関してはレトロっぽいデザインなので、この辺ね後でちょっと変えていきたいなっていう気はしているんですけど、ここもねオリジナルデザインというかオリジナルのカラーリングっていうところですかね。でこれちょっとね、持っててもめちゃくちゃ重厚感感じるんですけど、これ素材はね金属、アルミニウムでできているんですけど、これ自体本当にアルミブロックからの削り出し感がものすごいですね。なんかね研磨とかアルマイト加工とか、サンドブラストとかね、いろいろ24つの工程を経てこの形になって完成されているらしいので、その辺のこだわりとかを考えると、2万円超え、為替の影響とかもあると思うので、2万円超えでも納得できるかなっていう感じの出来です。いいですね。このサラサラとした光沢感があるわけではないマットなこの質感とかがものすごく
個人的には好きなので、キークロンのこのテンキーシリーズはめちゃくちゃいい感じです。重さを測ってみます。よいしょ。うわ、テンキーで 689g です。 iPad よりも全然重たい。この逆にね、この重さがあるからこそ安定感があって、すごくね打ち心地も良くて、いいですね。この打ち心地も良くて安定感あって、この上にね置いてこうやって使ってても全然ずれないっていうところがね、本当にポイントのキーボードかなと思います。ちょっとね気になるところで言うと、やっぱカラーリングどのぐらいホワイトなのっていうところなんですけど、僕がこれまで使っていたキークロンのねホワイトモデルと比べると、キーキャップも筐体のカラーもだいぶオフホワイト寄りになっているのかなっていう感じがします。これはね逆に結構白すぎてちょっと青白い感じで安っぽさがあった気がしたので、それと比べるとね、こっちの方が馴染みいいんじゃないかなって思うんですけど、だいぶ同じシェルホワイトでもカラーが違うことが分かりますね。この辺白ユーザー難しいんだよな、選び方。余談なんですけど、 HHKB のハイブリッドタイプ S の雪モデルと比べてもちょっとね暖色がかってる感じはするかなと思います。これがね結構いわゆる真っ白めな感じなんですけど、それよりもちょっと緑がかったというか、手元にあったコピー用紙のホワイトと比べてもこんな感じの違いがあります。で仕様の話で言うと、さっきもねこのキーのところで紹介した通り、3台までのねペアリングが Bluetooth で同時に行うことができます。これは個人的にはめちゃくちゃ嬉しくて、普段ね自作 PC と MacBook を行き来しながら使っているんですけど、そういう時もね、今まで有線で結構めんどくさく取り外ししていたんですが、それが必要なくこれワンタッチでね、切り替えることができるので、その辺は本当にありがたいです。結構ねゲームをする人とかでも割と遅延を感じにくいぐらいのスピード感で、無線でもね接続できるみたいなので、結構早いスパンで動かす必要がある動画編集とかでも快適にできそうかなというところが気になってますね。もちろん無線なので中にはバッテリーが入っていて、この USB-C ポートから充電できます。最大50時間ぐらいね連続使用が可能なぐらい充電できるみたいですね。僕の場合は国内の正規代理店で購入しているので、しっかりとね技的認証マークがここに備わっています。で一応ねキー自体についても紹介しておこうと思います。まずは見た目のこのキーキャップからなんですが、キーキャップはキークロン独自のね結構深めのなんていうんですかね、このグニョンとなっているような山形のねこういうキーキャップになっていますね。で配列についてはここがね普通のテンキーっぽくなっているんですけど、ここの0ボタンが大きいタイプですね。00とかね一気に入力できるタイプのものもあるんですけど、基本的にキークロンのものは1つ0が大きいタイプのものになっています。で上はねショートカットキーになっていて、ペアリング3台までできるのでどれにするかとか、そういうのがねデフォルトだと選べるようになっています。でこっち側はね結構カスタマイズしやすい、マクロキー的な感じですかね。でこのキークロンの点キーだとレイヤーがね結構自由に分けられるんですよね。例えばねクリエイティブツールによってなんか機能とかを割り当ててみたり、キーボードショートカットをね設定できないこういうツールとかでもこっち側に物理的にというか中のソフトウェア自体にね書き込みができるので、日本語切り替えとか言語切り替えを割り当てたりとか、そういうね細かいことがこれだけでできるようになっています。でこのキーボード自体光るんですよ。こことここを押すとちょっと見えますかね、見えないかな。こんな感じでねゲーミングっぽく光らせたりもできるんですよね。でバックライトの色を強めるにはこうやったりとか、これでねちょっと暗めにしたりとか、速度とかもねこうやって自由にね動かすことができるみたいです。僕はもうこういう光らせる的なのはほぼ使わないので必要ないんですが、光らせたい人にとっては嬉しい機能だと思います。でここはねロータリーエンコーダーノブっていうらしいんですけど、これをねくるくる回すことによって、例えばタイムラインを横にスクロールしたりとか、そういうねキーの割り当てができそうです。で仕様に関してはそんな感じですね。で実際こうやってさっきからちょっと打って使っているんですけど、やっぱこの打鍵管とかが金属筐体であることによってめちゃくちゃ安定しますね。これは最高。本当に打鍵音もめちゃくちゃ静かだし、打ってる時のねなんか本体が響くカラッカラみたいなのが全くないんですよね。この金属だからっていうのもあると思うんですけど、構造としてなんかね吸音フォームがちゃんと備わっていたりとか、あとダブルガスケットデザインっていうらしいんですけど、この筐体の中にこの下のフォームだけじゃなくて、この脇のねこの辺とかにもシリコンのねなんか吸収
衝撃を吸収するパッドが備わってるみたいなんですよね。それによってこのキーをねこうやって押した時の衝撃というか、このカチカチみたいな響きがねこっちの金属に響かないことによって、よりね安定感のある打鍵音と気持ちよさが出ているっていうことらしいです。これはすごいよね。ちょっと打鍵音について伝わるかわかんないんですけど、ちょっとマイクを近づけて音を聞いてみようと思います。参考までにこれまで使っていたこの90に関してはダブルガスケット機構じゃないんですよ。これだと結構ね打鍵音が変わる感じなので、ちょっと違い比べてみたいと思います。だいぶ音の方向性変わりますよね。いや本当にね毎日使うものだからこそ、このちょっとした違いでめちゃくちゃもうこのね高級感というか安定感の違いを感じますね。ちなみにこのノブ部分もすごい気持ちいいんですよ。このクリック感というか、しっかりとこう物理的なボタンをカチカチとカリカリとねコトコトと動かしているようなこの感覚がすごくいいです。やっぱり天気に25,000円っていうと本当になんか何にお金使ってんだろうみたいなね、もう2,000円とかでもほぼ同じことができるのになんでこんな高いんだろうっていうね感覚になる気はするんですけど、実際手元に置いて使ってみるとそのダブルガスケット構造のね違いだったりとか、金属筐体による響き方の違い、そして重厚感安定感みたいなのが本当に全く変わってくるので、本当に僕の場合だと毎日5時間とか10時間とかね使ったりしているんですけど、それをね考えると本当に25,000円でも高くないんじゃないかなっていうね、本当にそういう感覚になってきますね。本当にここまでこだわると道具としてこんなに完成度上がるんだっていうぐらいね本当に感動しています。このキーボードに関してはスイッチもね確かホットスワップできると思うので、この僕がすごい愛用しているこのカチッというね気持ち途中まで押すと一気にこうカチッていくタイプのこのスイッチにね切り替えていきたいなと思っています。今回はねこの前に紹介したエポメーカーで使っているこの1個ね400円ぐらいするキースイッチに変えていきたいと思います。もうスイッチとねキャップとかはやっぱりこっちのミニマルな雰囲気の方が好きなので、この打鍵感とかねこのキーキャップ自体のこだわりはすごく気になるんですけど、一回変えてみたらどんな感じなのかちょっとやってみます。はい、今こんな感じで全部のねキーを取り替えたんですけど、このキーキャップすごくないですか？この高さとこのなんていうか狭さみたいなこの形すごいわ。唯一無二感あるこれ。はい、という感じで両方のキースイッチ変えられました。ちゃんと最初から潤滑油が塗られていて、なんかルブっていうらしいんですけど、この潤滑油があることでよりねこのコトコト感とねっとり感みたいな感触の違いがすごく出ますね。全然違う。これエポメーカーについていたやつも全く同じこのキースイッチなんですけど、全然違う。この潤滑油があるかないかで、こっちが最初から潤滑油塗ってあるやつ、こっちが潤滑油塗ってないやつ。音の違いだと分かりづらいんですけど、この手に取った時の感触がかなり変わります。で今回ねホットスワップしていくのがこれ GLPC っていう確かカナダかどこかのメーカーのスイッチなんですけど、これ1個440円するんですよね。なんですけどこの感触がすごく吸い付く感じで気持ちのいいねタイプで、これクリックとタクタイルと静音式をねこの中のパーツを入れ替えることによってなんかこの感触3段階選べるっていうね珍しいスイッチなんですよ。こんな感じのやつですね。カチッと押すとこの吸い込まれるようにクリックしていくっていうタイプのやつです。今回もねこれをキークロンの方に取り付けていこうかなと思います。よしと、なかなか出来上がったんじゃないこれ。わ
めちゃ良い。はい、こんな感じで自分好みの最高のテンキーに仕上がりました。これめちゃくちゃ良くないですか？色の雰囲気とかもすごくね統一感あるし、結構こういうの難しいのはこの筐体の色とスイッチのね色が全然違うみたいなことありがちなんですけど、全くそんなことなく本当にミニマルなスタイルになりましたね。これはこれで最高です。この感じ結構元々のねキーキャップだとレトロフューチャー感というか割とねレガシーな雰囲気あったと思うんですが、完全にこれでミニマルな豆腐のスタイルになりましたね。全くキー刻印もないので、例えばここに置いてこの感じですね。ちょっと本体の色合いが違うのは気になるんですけど、これでデスク上で使えたらものすごく気持ちいいなって感じがします。しかも無線なのでその辺が最強。これはいいわ。これね見た目だけじゃなくて中身のレイヤーとかも本当に自由にいじくることができるんですね。なのでちょっとねそれについても触れておこうと思います。はい、こんな感じでキークロンを使っている場合、キークロンのねなんか純正のリマップツールみたいなのがウェブ上で動作するやつが使えるんですよ。なので僕はそれを使ってこのね10キーをそれぞれレイヤー4枚まで分けることができるんですけど、レイヤー0とレイヤー2にねそれぞれちょっとだけ違うやつを割り当てています。どういう感じで使い分けるのかっていうと、レイヤー0に関しては普段ね作業をしている時の感じですね。10キーっていうところで、レイヤー1はファンクションキーを押しながらこの Bluetooth とかそういうねスイッチとして選べるようなものとか、あとここはね、純正というか元のままなんですけどライティングの設定とかですね。でレイヤー2に関してはこれはね DaVinci Resolve っていう僕が普段使っている動画編集ツールのためにちょっとねリマップした10キーっていう感じです。でレイヤー3に関しては現状何もリマップしていないんですけど、ここでねマクロを組んだりできるのでちょっとね迷ってるんですが、住所を打ち込むとかパスワードを打ち込むとかそれぞれねなんかもうめんどくさいやつワンタッチでできるようにいろいろショートカットを割り当てたりとかそういうのをねしようかなと思っています。まだ考え中ですね。レイヤー0とかに関してどういう動作をするのかっていうのはちょっと見ていきたいんですけど、基本的にはやっぱりさっき言った通り10キーベースなんですが、結構変えてるのはこっちですね。この上と下のこのマクロとか割り当てられるキーを割と入れ替えています。ちょっとねこの画面上だとほとんどわからないと思うんですが、実際にね、ちょっと言語化してみるとこういう感じですね。本当にこのつまみ部分は音声をねこうクリクリって変えたりとかミュートにしたりとかそういうねキーが割り当てられていて、でここのね DF っていうやつはレイヤーのね切り替えですね。このレイヤー0とレイヤー2をこうねワンタッチで切り替えられるようにしています。結構ねいろんな通路を横断して使うことが多いんですけど、ダヴィンチリゾルブ本当にいつも開いているので、これでねワンタッチで切り替えられると楽ですね。で M5、M4 っていうのはこれ画面遷移ですね。結構この左手デバイスとマウスを使っている時はキーボードを触ることってあんまりないので、これでねワンタッチでこうやっていろいろな感じで画面をね遷移できると楽だなっていうところで、ここにねこの画面遷移を割り当てています。で M1 に関してはこれはねファイルエクスプローラーをどこからでも開くっていうやつですね。これを今押すとこんな感じでファイルエクスプローラー、ファインダーですね。ファインダーの検索画面を一発で開いてくれます。これ本当に優秀で、どこにいてもね、例えばこういうの作っててもちょっと開きたいみたいな、画像をちょっとこっちに送りたいっていう時はこれを押すだけで起動できるし、あと動画編集してる時の素材とかもこれワンタッチでこうやってねホバーして、呼び出すことができるので、ここにねそういうファイルとかを割り当てられると便利ですね。あと2に関してはパスワードですね。例えばこういうところでこうパスワードって打つとパスワードをね入力してくれる。今ダミーなんですけど普段使っているパスワードちょっと複雑なので、これをねワンタッチで呼び出せるようにしています。マクロ3に関してはこれはこのね選択画面を自分で作ることができるこのスクショですね。結構この普通のスクショってコマンドシフト4とかを押して呼び出すんですけど、動画編集してる時とかって結構めんどくさいので、これワンタッチでできるようにしておくとこういうね、スクショ楽かなと思ってここに割り当てています。であとここはねローンチパッドですね。こういう画面をすぐに呼び出すことができるようにしていて、でここがねファンクションキーですね。
ね。でレイヤー2に割り当ててるダヴィンチリゾルブの、ショートカットについては基本的にこんな感じですね。ちょっとねこういうの詳しく、後で動画にしてもいいかなとは思うんですけど、現状ちょっとね動画編集してる人じゃないとわからないと思うんですが、こういう感じでショートカット割り当てています。今まではねここで拡大縮小をキーに割り当てて、これでこうやって選んで使っていたんですが、ここをね回すことでこのフッテージごとに自分のねこのタイムラインで選べるようにしてみたりとか、あとカチッて押すと見やすいようにね俯瞰してタイムラインを見るとか、そういう感じのキーをねここには割り当てていますね。正直ねここのノブの部分って一回こう手からね離れるので、そんなにがっつり使うことはないかなとは思うんですけど、時々ねこういう風にタイムライン動かしてあれどこだっけみたいなのを探したかったりもするので、それがねこうワンタッチでいろいろ行えるのが楽かなと思っています。こんな感じでいろいろレイヤーとか、マクロどうするとかその辺をね考えながら使い込んでるんですけど、これがめちゃくちゃ面白いですね。なんか本当にツール感がすごいという感じで、もう少しねいろいろと使い込んでいきたいと思います。っていう感じでキークロンのね 90MAX9MK について、1日2日ではあるんですけど、実際にね動画編集もしてみたりとか、もう本当にねキーのリマップとかレイヤーの使い分けとかもしているので、実際に使った感想も簡単にお話ししようと思います。まだねがっつり使い込めてはないんですけど、まずやっぱりこの無線であるっていうことが最高ですね。もともとはねここにモニターがあってスピーカーがあってドックがあったんで、結構ね、配線がごちゃついてたんですけど、最近このモニターとかその辺全てねビジョンプロで置き換えられたことによって、デスク上からねできるだけ、線を排除したいなと思って、点キーだけなんとかなんないかなってずっと思ってたんですよ。これで完全にインターフェースからはこのね有線接続が消えたというところで、これはめちゃくちゃ嬉しいですね。完全にもうデスク自体はまっさらで、もうディスプレイとかは完全にこのディスプレイとかはねビジョンプロで置き換えることができるので、デスク上は本当にさらっとしていて、下にねこの MacBook とかを充電しておくためのこのポートがあるっていう感じです。これは嬉しい。一応ね Bluetooth で接続しているんですけど、遅延も全く感じないし、動画編集みたいにね結構激しくこうカカ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 みたいに打つ感じでも全然ね問題なく使えているので、今のところは本当にその辺いいですね。あとはキーのリマップも有線でね接続するだけで本当に気軽にここスペースに変えようかなとかができるので、そういうね、カスタマイズ性の高さというか、そういうしやすさもすごくいいなと思っています。本当にねハードウェアとしても金属筐体でめっちゃ重いんですけど、やっぱり安定感があって、ノブの部分もねこれ金属でできてるんですよね。なので本当に質感が高いから、デスクの上に手元にねこうやって置いてても本当に気持ちがいいのかなと思います。若干ね現状で気になるところで言うと、レイヤーの分け方みたいなのがちょっと分かりづらいですね。システム上ではねこうやって見ることができるんですけど、実際このキーボード上ではね今どのレイヤーに自分がいるのかっていうのが分からないので、この辺ねトールでワンキーで設定しようと思うと結構難しいかなと思います。なので僕はボタンで切り替えるようにしてるんですけど、レイヤー別に LED のカラーとかで分けられたらいいんですけど、それもね難しそうなので、どうしようかなって思ってるところです。それ以外は逆に本当に快適に使えていますね。無線も本当に問題ないし、遅延もないし、つながるのもねちゃんとつながってくれるあたりはやっぱりさすがキークロンだなって感じですね。はい、というわけでちょっとね動画としては長くなっちゃったんですけど、こんな感じで動画終わりにしようと思います。トワログではねこの動画の他にもいろいろねキーボードのレビューとかトラックボールのレビューもしつつ、ルームツアーとかもね結構いろんな人の取材をさせてもらったりしているので、ぜひ過去動画もチェックしてみてください。それで気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トワログでした。